この4色を使って組み合わせと順列の問題に挑戦してみよう。順列って何？どうも、あーちゃんです。よっちゃんです。あーちゃん久しぶり。元気？元気です。最近はお祭りがいろんなところで開催されているね。そうだね、9月は祭りが多いね。酷暑を避けて8月の祭りは多いんだけど、9月10月にお祭りやるっていうところは結構多いと思います。お祭りといえば、色とりどりのスーパーボールすくいだよね。色とりどりの金魚やら。だいたいカラフルつながりでこんな問題を解いてもらおうと思います。問題文を読んでもらえる？4色の中から3色を選ぶ組み合わせはいくつある？これ見ると赤、青、黄色、緑。でも64かなって一瞬思った。違うか。小学生最大のつまずきポイント、場合の数です。分かっているとすぐ解ける、しかし理解していないと全く解けない。いやー、今回はなんかすっごい難しそうだぞ。でもその辺の大人の人でも分かんない人が5割ぐらいいそうなレベルの問題だよね。さっきも言った通り、場合の数はつまずきポイント。中学校受験を目指す生徒の皆さんにとっては結構難関って感じかな。勘で解くには非常に困難な分野です。入試ではアレンジ版なんかが出てきますよ。問題文をよく読まないと、もともと理解しててもさらに読解力まで求められちゃうやつかな。場合の数の厄介なのが計算パターンが複数あるところ。本日はその中でも基礎中の基礎を覚えてもらおうと思います。はい、頑張ります。それでは画面を見てください。授業を開始します。お願いします。赤、青、黄、緑の4つの色があります。この4色を使って組み合わせと順列の問題に挑戦してみよう。順列って何？結構なんかおばあちゃんのアイドルみたいな人たちかな。はい、場合の数とは関係がないです。それでは組み合わせと順列の概念を教えましょう。画面を見てね。はい。まずは組み合わせ。問題1、組み合わせ。4色の中から2色を選ぶとき、その組み合わせは何通りありますか？選ぶ順番は関係ないよ。何を言いたい文章なのかというと、この4色の中から例えば赤と青を選ぶとする。その場合、青と赤の組み合わせは同じものとみなされるという意味です。順序を考慮せず選んだりまとめたりすることです。つまりそれが順列。で、順列。違います。それが組み合わせです。はい。ゲーム感覚でアプリでいじってみましょう。赤い玉と青い玉を選びます。赤と黄色。赤と緑。次に、青と赤を選ぶと、その組み合わせはもう見つけたよという文字が出ますね。青と赤、赤と青は1種類としてカウントされます。やだ、難しい。そして組み合わせを他にも見つけていくよ。これでコンプリートです。よっちゃんの見つけた組み合わせは何個でしょうか？6。6個見つけたよね。では、樹形図というもので説明をしてみましょう。はい。この形を樹形図と言います。はい。木の枝みたいに派生しているでしょう。赤を選ぶと青、黄色、緑が選べるよね。そうだね。赤と青のペアは見つかってしまったから、青が組めるペアは黄色と緑しかないよね。なるほどね。黄色と組めるペアは残っている緑だけ。超わかりやすい。これ樹形図絶対いいね。ただ、樹形図の問題点は例えばね、今は4色から選ぶという問題だから良いけど、10色、20色となった場合図を書くのは大変だよね。いちいち書いてたらね、はい、試験終わりでーす。はい、お疲れ様でした。0点ですねってなっちゃいます。そうだね、場合の数で数字が大きいと図を書くことも大変だよね。今回樹形図を使っているのは概念を教えるためだよ。この樹形図から4色の中から2色を選ぶ組み合わせはいくつあるって分かったかな？この場合は6通りだということが分かったんですね。そうです、6通り。これを計算式で出します。それでは、あーちゃん、4×3 で12、12通り。この意味はわかるかな？全然わかりません。わからないか。それでは樹形図に戻ろう。一番上にあるこの図を見てもらってよいかな。赤には3個の組み合わせがあるという図。今回は赤と青が組み合わせとして1個しか選べない。ただ、それを無視しよう。青と赤、赤と青は別物の組み合わせだと考えよう。
そうすると何個の組み合わせができるかな。あ、えそうかそうか。では、ここを見てもらってよいかな。ここの組み合わせは、青と赤、赤と青、など2色の組み合わせを2パターンとして出した場合のペアの数です。全部のペアがこの図になるのわかる？わかる。これの計算方法は、あ、わかった、今。4×3 もわかった。4×3 の意味わかったかな？要するにこの樹形図が4個あるという意味なんだよ。うん。そこからダブっているペアを排除していきますよ、ということ。うん。12通りをなぜ2で割るのか。図を見てね、同じ色のペアがそれぞれ2組できているよね。2組いらないよね。1組で良いよね。だから12通りから2で割ります。12割る2、6通り。この計算式がわかるかな？わかった。馬連と馬単の違いってことだね。そうですね。順列はそうだよ。誰が1着で誰が2着かという順番まで考える馬単、そして組み合わせは1着と2着になる2頭の馬を当てる馬連と置き換えられますね。それでは順列を説明していきますよ。問題に順列。4色の中から2色を選び旗を作ります。旗の右と左の色を変えたら違う旗になります。作り方は何通りありますか？これは先ほどのは同じペアが2組できた際に2で割ったけども、旗だから。もうわかった。わかったか。2で割りません。一応ですが、ゲームをしながら概念を確認していこうね。はい。赤と青1個。赤と黄色1個。赤と緑1個。だから馬連と馬単の違いだよね。順列は馬単。そういうことです。青も赤と組めますよ。組み合わせはこれだけあります。これをまあ計算するとしたら 4×3 で12っていうことになるかな。そうです。樹形図を見るとこんな感じ。3個に枝分かれする組が4組ある。だから12ペアという考え方です。そうだね。裏も OK ってやつだね。裏も OK ってやつです。なので 4×3 で12通りになります。 OK です。では初めに見せた問題文に戻るよ。よっちゃんが5分で作った簡単資料ですが、見てくださいね。今回は難しいなよっちゃん。そう、難しい。では4色の中から3色選ぶという問題。解いてみようか。3色も選ぶんだ。どっち？場合の数、順列。場合の数と順列どっちだろう。もう一度アプリに戻ってみるよ。組み合わせはどういう概念ですか？つまり赤と青と赤は同じという概念だ。その通りです。では順列は？赤と青と赤は違うという概念。その通りです。ではこの問題文はどっちの計算式を使う？わかった。これは組み合わせの問題だ。そうです。だから同色の組み合わせが同じという概念。同じという概念です。3色選ぶっつうのがミソだよね。赤、青、黄色。赤、青、緑。っていう樹形図作っていくしかないんだよね。これむずいね。同色の組み合わせを割らず、すべて出すとどれだけのパターンがあるかというと計算式はこうなります。4×3×2 で24。この計算はどのようにして出すかという根拠図で説明するよ。赤色の樹形図を出すよ。わかるかな？赤が1番目に来る組み合わせは6個ある。1、2、3、4、5、6、6パターン。すべてのパターンを出す場合、この樹形図が4組分というのはわかるかな？まあそうだよね。赤の場合、青のそうそう緑の場合、緑の場合、4個ある。そうそう。よく理解してますね。あとは、その一番最初のこの図の通りに3個に枝分かれして、さらに2個に枝分かれするから、4×3×2 っていう。そういうことです。3個の枝分かれからの2個の枝分かれする組が赤、青、黄色、緑と4組ある。ということです。だから計算すると 4×3×2 で24個。わかった。でもこれ答えじゃないよね。これは組み合わせの問題なので、例えば赤、青、黄色と赤、黄色、青は同じとみなすから、割る2でどうすかよっちゃん。あはははは。雑すぎて失笑なんですけど。雑に割る2でダメ？図を見てください。はい、赤、青、黄色の色違いパターンを出しました。何個ありますか？いっぱいあんじゃんよ。ほんとだ、すごいいっぱいある。6個あんのね。赤、青、黄色のいろいろなパターンは6個ある。割る2じゃダメってこと？そうです。
同色の組み合わせが6パターンあるということは、全パターンを6で割るということ。でもこれが一つ、この図さえ分かっちゃえばいろいろ応用できそうだね。おいおいおい、今の状態で君できるか？できない。それでは答え、何パターンできるかな？ 4パターン。そうです、24を6で割る。ああ、意外と少ないんだね。そう、意外と少ないんです。先ほどの図のこのパターン、色違いパターンは1種類として換算されるから。場合の数、その中の組み合わせの計算方法は絶対に覚えてほしいです。計算式はこうなります。はい。4色の中から3色を選ぶ組み合わせはいくつある？計算式 3×2×1 分の 4×3×2。こうなります。並べ方の数、割る選んだ色の並べ方の数が組み合わせの答えになります。4ですね。では、5色の中から3色を選ぶという計算をお願いします。何分のいくつになるかな？うわ、マジか。でも、多分1個ずつ数字上げるだけですね。432の543で、432の543で、多分すぐ出るんですね、頭いい人はね。すいません。俺、小学校からやり直しどころの騒ぎじゃないかもしれないです。5色の中から3色を選ぶってことだよね。最初は絶対5なのよ。5×3×2。これは全く理解していないですね。数字は飛び石にはならないよ。5×4×3。樹形図を思い出してね。5色の中の1色が4つ枝分かれして、その後残りの3つに枝分かれしますよということ。画面の計算式に当てはめると分子が 5×4×3 になる。これが全パターンを出す計算です。分母がいくつになる？選んだ色の並べ方の数ですよ。じゃあ 3×2×1。ピンポン。では計算すると、やっと分かったような分かってないような。5×4×3 が60で、3×2×1 が6なんで、6分の60はさすがに分かんなかったら僕、保育園入ります。保育園？あはははは。これは5色の中から2色とか6色の中から5色とか数が増えても全ての組み合わせ問題に使える計算式になります。すげえ、これ覚えたい。覚えたい。先ほどの旗のように、5色の中から3色使って旗を作れとなった場合は、割り算は必要ないので 5×4×3 という計算になるよ。そうだね。こうだった場合は 5×4×3 になって、60になります。そうです。やっと理解しましたね。ということでテストをします。むちゃくちゃ難しかった。いやいや、あーちゃんもうね、すでにね、つまずいております。組み合わせの方がどちらかというとかなり難易度が高い。順列は組み合わせを解く前の段階で順列にたどり着いてからの組み合わせになると思う。そういうことです。あーちゃん。はい。この問題を解いてください。場合の数テスト。A さん、B さん、C さんの3人が横一列に並びます。並び方は何通りありますか？ 3 人が並ぶから、まず 3× から入りますよ。A、B、C と C、B、A っていうのは同じなんですか？これ。そこは問題の肝だもんね。これは馬単ですよ。違うって捉えるっしょ。これ引っ掛け？ 3 人のうち誰が先頭なのかでパターンが違うよ。じゃあ6通りです。大当たりです。よくできました。の方が簡単だからつい軽視しちゃうよね。どうしてもさ、難しい方の問題になってんじゃないかなって思っちゃうじゃん。はい、次の問題だよ。リンゴ、みかん、ぶどう、梨の4種類の果物から2種類を選び方は何通りありますか？この計算式は、例えばリンゴとみかんを選ぶ、みかんとリンゴを選ぶ。これって違いがありますか？同じ。同じということは順列組み合わせどっち？組み合わせ。大当たりです。4×3×1 で、まず、じゃあ 4×3×2 で、おい、なんで ?2 種類を選ぶんだよ。4×3 で12。割る2で、割る2で、6通りです。ピンポン。次の問題です。はい。読解力これ。5人の子供、ABCDE の中から、委員長と副委員長を1人ずつ選びます。選び方は何通りありますか？これは、組み合わせです。違うわ。順列です。そうです。なんでそうなった？例えば A 君が委員長で B 君が副委員長の場合。B 君が委員長で A 君が副委員長の場合。それは違う。差がある。そういうことです。計算式は 5×4 割る2。おい、なんで2で割るんだよ。割らねえんだわ。割らねえんだよ。すいません。
5× なんで順列と、そうだよね。おっちょこちょいだな、俺。5×4 です。で、20通りです。20ボタン欲しい。20だったら手打ちできるよ。和佐山で300いくつのアップボタンで打ったからね。次の問題です。サッカーチームの選手6人の中から試合に出る3人を選ぶ選び方は何通りありますか？これは組み合わせか順列、どっちの計算方法を使いますか？これは順列です。3人はポジションが決まっていないよ。順列というのは選出される3人のなポジションが決まっている場合だよ。なんで絶対これ順列じゃないですか。だから3人をただ選ぶだけ。試合に出る3人はポジションが決まっていないからただ選出されるだけだよ。計算方法は 6×5×4。それが答え？なわけないよね。これむずいね。もう一度言うよ。これはポジションが決まっていない。選出される3人を ABC とすると、ABC も BCA も CBA も同じ一組と換算されるんだよ。そうか。だからこれは組み合わせなんだ。だから 6×5×4 割る2だ。60通りです。ねえ、あーちゃん、どこから分母の2が出てくるの？割る3か。なぜ割る3なの？ 3 人を選出する場合どういう計算方法になるって言った？まるで理解してないけど。この図に戻るよ。なぜこの計算式になるかというと、割る6なんだ。選んだものの並べ方の数を計算するとどうなるかということ。6×5×4 割る6。割る6はどういう計算で出ましたか？ 3×2×1。そうすると答えは？そうすると120割る6なんで20通りになります。いやもうついていけないよ。頑張れ。はい、ラスト1問です。赤、青、黄、緑の4色のブロックを横一列に並べます。並べ方は何通りありますか？これは順列ですよね。4×3×2×1。24通り。お、分かってきましたね。はい、全問正解です。順列か、そう。見極めがすっごい大事だね。順列かなんだっけ？組み合わせの方ですね。組み合わせか順列かを問題文から読み取るっていう読解力がかなり重要なつまずきポイントかなと思いました。どうよっちゃん。つまずきポイントには同意するけれども、場合の数としては初歩なんだよ。何のひねりもない問題を出してる。基礎中の基礎。基礎中の基礎。いろはのい。入試や入塾テストで出される問題は、色がダブっていたり、数字がダブっていたりとか、仕掛けや罠がある問題が多いんだよ。UNO じゃないんだから。もっといっぱい罠があるのね。でも、そういう罠に対応するためにも、基礎っていうか、一番元になるところを理解しとかないと、前に行けないよっていうことかな。その通り、基礎がないと応用ができない。ちなみに順列と組み合わせって今日初めて知った？初めて知った。順列っていうのはおじさんが歌ってる、なんか銭湯で歌ってるだけかと思ってました。よっちゃんもね、これをどうやってあーちゃんに教えたらよいのか昨日すごく悩んで頭痛くなったんだよ。なので最初に樹形図から説明しました。場合の数は、この動画1回で終わってはまずいので。まずすぎますね。もう、みっちりやりましょう。ですね。なので場合の数は3回くらいに分けで、今回を初級編。中級編怖すぎ。あるんですか中級？ありますよ。やろうと思ってますよ。上級はちょっともう5ヶ月後ぐらいでお願いします。そして上級編は、最短経路の問題、塗り分けの問題があります。どのくらいのランクの学校で問題になりやすいですか？上級の問題がどの学校で出ない、以前に初級編をクリアにしよう。初級編にも罠があるのがほとんどですよ。そうだよね。問題文に罠が入ってる場合もあるから、そこもしっかり注意力を持って問題文読まないといけないっていうのもあるよね。初級編のドリルを何度もやって、次、中級編に進んでみよう。やらせていただきます。でも鶴亀山からこの間の1ヶ月前のちょっとずつマシなおじさんになってきてるかも。次はずっと算数が続いたからたまには国語や社会をやってみようと思うけどどう思う？もう一応ね受験科目っていうのは国語算数理科社会とありますからある程度バランスよくいかないとダメでしょうね。
ただ、わかった。算数はつまずきポイント多い。多い。やっぱ、しかもやればやっただけ点数になる科目なんで、算数っていうのを強化して、特に偏差値50、55ぐらいの子供たちっていうのは、算数が一番伸びるポイントじゃないかなと思います。そうですね。算数って積み上げて覚えていくからね。次回ですが、よっちゃんなりに考えて、あーちゃんみたいな偏差値50を目指す子向けの授業をアレンジしてみます。今日は本当にお疲れ様でした。はい、頑張ります。お疲れ様でした。本当に疲れました。